トピック1、コーヒーショップで初めて会う。こんにちは、アンナです。はじめまして。こんにちは、アンナ。私はジョンです。はじめまして。あなたが知っている、私は告白する必要があります。ああ、本当に。それは何ですか？実は、あなたほど美しい人に会ったのはこれが初めてです。うわ、それはかなりのピックアップラインです、ジョン。しかし、私は言わなければなりません。あなた自身はそれそうほど思ってくれて悪くはあ嬉しいです。りません。それで、今日あなたをここに連れてくるものは何ですか？私は仕事に向かう前にコーヒーを飲んでいるだけです。あなたはどうですか？こっちも一緒。美味しいコーヒーなしで一日を始めることはできません。私はそれについてあなたの言うことを聞きます。それで、あなたは仕事のために何をし私はますか？ソフトウェアエンジニアです。あなたはどうなんですか？私はグラフィックデザイナーです。それは私が愛するかなり創造的な仕事です。すごいですね。私はいつも創造的な仕事をしている人々を称賛してきました。私自身はあまり芸術的ではありません。まあ、誰もが自分の強みを持っています。多分、あなたは描画よりもコーディングが得意です。それはおそらく本当です。しかし、誰が知っているか、多分私はいつかいくつかの隠された芸術的才能であなたを驚かせるでしょう。ジョン、私はその日を待っています。トピック2、ハッピーディナー。うわぁ、それは素晴らしい夕食でした。みんな、あなたは何と言いますか？はい。これはこれまでで最高の夕食です。気に入ってくれて嬉しいです、きっと。それで、食事のあなたの好きな部分は何でしたか？マッシュポテトが一番好きだったと思います。本当ですか？鶏肉や野菜ではありませんか？いいえ、マッシュポテトはショーのスターでした。まあ、私はそれを褒め言葉として受け取ります。私はそれらのマッシュポテトを作ることに多くの努力を注いだ。褒め言葉といえば、この幸せな夕食は私をとても幸せにしていると言わざるを得ません。幸せな夕食とは何ですか？それは私たち全員が一緒に座って、家族として美味しい食事を楽しむときです。そして、みんなが幸せで楽しい時間を過ごしているとき、私たちはそれを幸せな夕食と呼びます。ああ、わかりました？はい、これは間違いなく幸せな夕食です。合意。今後もこのような幸せな夕食をもっと食べましょう。そうです。あちこちで幸せなディナー。トピック3、ビーチホリデー。ああ、これが人生です。私は毎日これになれることができました。あなたは私たちがビーチホリデーに行くたびにそれを言います。仕方ありません。砂、太陽、海には、私を生きていると感じさせる何かがあります。わかる、わかる。しかし、日焼け止めを忘れないでください。さもなければあなたはロブスターのように見えることになります。ありがとう、アンジェラ。日焼け止めをたっぷり塗るようにします。よし。それで、あなたは今日何をしたいですか？さて、私はここに横になって一日中お尻に砂を入れることができると思っていました。それは爆発のように聞こえます。または、泳ぎに行ったり、パドルボードを借りたり、ボートツアーに参加したりすることもできま今、す。あなたは話しています。
私はこれらすべてのオプションの音が好きです。しかし、最初に、私は冷たい飲み物が必要だと思います。あなたはどうですか？はい、お願いします。私はマルガリータか2つを使うことができました。最寄りのビーチサイドバーを探して、飲み物を飲みに行きましょう。計画のようですね。日焼け止めを忘れないでください。さもなければあなたは明日二日酔いと日焼けを看護するでしょう。手に入れました。日焼け止めとマルガリータ。完璧なビーチホリデーの2つの必需品。トピック4、プロジェクトの素晴らしい進捗状況。ねえボス、私は共有するいくつかの素晴らしいニュースを持っています。プロジェクトは予想よりも早く進んでいます。それは聞くのが素晴らしいことです。ステータスは？私たちはすべての主要なマイルストーンで予定より進んでいます。設計フェーズが終了し、開発に移っています。素晴らしいです。あなたとあなたのチームは素晴らしい仕事をしています。ありがとう、ボス。私の素晴らしいチームなしでは、私はそれを成し遂げることはできなかったでしょう。まあ、あなたが彼らに信用を与えてくれて嬉しいです。そうでなければ、私は彼らに昇給を与えてあなたをコーヒーボーイに降格させなければならないかもしれません。それが私たちがプロジェクトで大きな進歩を続けることができることを意味するなら、私はコーヒーボーイになることを厭わない。あなたの献身に感謝します。しかし、今のところ現在の取り決めに固執すると思います。十分です。では、次の議題は何ですか？予定より早くなったので、プロジェクト計画を見直して改良するために少し時間をかけることができます。そして、ピザとビールで祝うかもしれません。はい。ピザとビールは、プロジェクトの成功を祝うのに最適な方法です。あなたは史上最高のボスです。落ち着いてください。まだ夢中になりすぎないようにしましょう。しかし、あなたがプロジェクトにやる気と興奮を持っているのを見るのは良いことです。素晴らしい仕事を続けてください。後、インターネットがダウンしている。ああ、違います。無線 LAN がダウンしています。どうすればいいんでしょわかりません。多分いくつかの仕事を成し遂げますか？とても面白いですね。しかし、真剣に、私はインターネットなしでどのように働くことになっていますか？ご存知のように、人々はいつもインターネットなしで働いていました。多分、思い出の小道を旅して、昔ながらの方法で物事を行う時が来たのかもしれません。つまり、ペンと紙を使って煙の信号を送るようなものですか？いいえ、それほど古風ではありません。しかし、物理的なプランナーを使用するか、メールを送信する代わりに実際に同僚と直接話してみてください。さて、私はあなたの主張を理解しています。しかし、私がしなければならないすべての調査とデータ分析はどうですか？そこで、信頼できるライブラリーが登場します。あなたが知っている本や他の物理的なリソースがある場所。そうそう、私はそれらのことをほとんど忘れていました。しかし、私が見逃すすべての猫のビデオはどうですか？私はあなたが数時間それらなしで生き残ると確信しています。そして、誰が知っているか、多分あなたはソーシャルメディアや YouTube の気を散らすことなく実際により多くの仕事を成し遂げるでしょう。そこにポイントがあります。多分、この Wi-Fi の停止は変装した祝福です。それが精神です。さあ、昔ながらのスタイルで仕事に取り掛かりましょう。トピック6、結婚式に着るドレスを探しています。こんにちは。
今日あなたが見つけるのを手伝うことができるものはありますか？はい、結婚式に着るドレスを探しています。エレガントなものですが、大げさすぎません。私はちょうどそれを持っています。この美しいピンクのドレスはどうですか？シンプルでありながら上品です。それはいいですが、ピンクは本当に私の色ではないと思います。大丈夫。この青いドレスはどうですか？素敵な花柄とお世辞のカットがあります。それが好きです。快適でフィットします。完璧ですね。そして、それは今日発売されているので、あなたはたくさん手に入れるでしょう。それは素晴らしいことですが、まだわかりません。私はその機会のための最高のドレスを得ていることを確認したい。私はあなたに保証することができます。それはあなたに見事に見えるでしょう。それは素晴らしいカットを持っており、色は本当にあなたの目を引き出します。そういうふうに思ってますよね。そうですよ。そして、それは結婚式に最適です。フォーマルすぎませんが、それでもエレガントでまとまりのあるように見えます。その通りです。それは本当によくフィットし、快適に感じます。すごい。後悔することはありません。また、ファッションのアドバイスやアクセサリーの助けが必要な場合は、遠慮なく戻ってきて私に会いましょう。私は間違いなくそうします。ご協力ありがとうございました。どういたしまして。そして、あなたが結婚式にそのドレスを着るとき、すべての目があなたに向けられることを覚えておいてください。私はそうしないことを望みます。私は花嫁をステージアップしたくありません。心配しないでください。あなたはしません。しかし、あなたは間違いなくそのドレスで頭を向けるでしょう。トピック7、成功するビジネスリーダー。こんばんは、私たちのショーへようこそ。私は世界で最も成功したビジネスリーダーの一人であるジョンソン氏と一緒にここにいます。今夜はご参加いただきありがとうございます。ここにいられて光栄です。ジョンソンさん、あなたは巨大な帝国を築き、地球上で最も裕福な人々の一人になりました。成功の秘訣は何ですか？まあ、それはハードワーク、決意、そして多くの運の組み合わせです。それについて詳しく説明していただけますか？もちろん。一生懸命働くほど幸運になるということわざをご存知ですか？本当です。私はかなりの失敗を経験しましたが、私は常にそれらから学び、それらの教訓を改善と成長に使用してきました。それは素晴らしい態度です。しかし、あなたのキャリアで直面した最大の課題は何ですか？それは難しいものです。私の最大の課題は、おそらく官僚主義と政府規制の官僚的形式主義に対処することだったと思います。すべてのルールと要件をナビゲートしようとするとイライラするかもしれませんが、それはビジネスを行う上で必要な部分です。想像できます。しかし、もっと気楽なことを聞かせてください。取引を成立させるためにこれまでに言った中で最もクレイジーなことは何ですか？いくつかありました。ある時、私は巨大な鶏のようにドレスアップし、街角で踊って、私たちがオープンする新しいレストランに顧客を引きつけなければなりませんでした。本当ですか？それはどのように機能しましたか？実際、驚くほどよく。人々は巨大な鶏肉と一緒に写真を撮ることに抵抗できず、それはレストランに多くの話題を生み出しました。すごいですね。そして、レストランといえば、あなたは少し食通だと聞きました。
起訴された通り有罪。あなたの好きな料理は何ですか？私はあらゆる種類の食べ物が大好きですが、イタリアンにはソフトスポットがあります。完璧に調理されたパスタ料理には、私の一日を作ることができる何かがあります。私は関係することができます。そして、あなたが今まで試した中で最もエキゾチックな食べ物は何ですか？おそらくドリアンフルーツ。聞いたことがありますか？はい、あります。強くて刺激的な匂いで知られています。それは控えめな表現です。腐ったチーズと下水の組み合わせのような匂いがします。しかし、驚くべきことに、味は実際にはかなり良いです。私はそれについてあなたの言葉を受け入れます。少しギアを切り替えましょう。あなたは慈善活動と慈善寄付で知られています。あなたの心に最も近い原因は何ですか？私はコミュニティに恩返しをし、恵まれない人々を助けることを信じています。教育と医療は、私にとって特に重要な2つの分野です。それは聞いて嬉しいです。そして最後に、私は尋ねなければなりません。あなたとあなたの会社の次は何ですか？私たちは常に革新と成長のための新しい機会を探しています。現在、私たちは新興市場でのリーチを拡大し、ビジネスのやり方に革命をもたらす可能性のある新しいテクノロジーへの投資に注力しています。エキサイティングなもの。さて、ジョンソンさん、今夜はご参加いただきありがとうございます。それは喜びでした。私を呼んでくれてありがとう。それは素晴らしい会話でした。トピック8、生産ライン。ねえ、私たちが工場で働いていなかったら、私たちの生活はどのようになるのか疑問に思ったことはありますか？わかりません。多分、私たちは世界中を旅して、どこかのビーチでカクテルを飲んでいるでしょう。ええ、それはいいですね。しかし、やはり、高品質の製品を作ることで社会に貢献しているという満足感はありません。まこと。そして正直に言うと、私たちは一日中落しませ続けるためのこの素晴らしいコンベヤーベルトを持っていません。あなたは私をそこに連れて行ってくれました。つまり、検査する製品の終わりのないストリームがあるときに、誰がネットフリックスを必要としますか？そして、バーコードをスキャンするスリルを忘れないでください。誰が最速でそれを行うことができるかを見るレースのようなものです。はい、それは私たち自身の小さなオリンピックのようなものです。スピードを上げるために指のエクササイズを始める必要があるかもしれないと思います。あなたはそれをします。その間、私は品質管理スキルを完成させるためにここにいます。ねえ、私たちは素晴らしいチームです。一緒に、私たちはこの工場を離れるすべての製品が一流であることを確認します。ねえ、私たちは素晴らしいチームです。一緒に、私たちはこの工場を離れるすべての製品が一流であることを確認します。そして、いつの日か、世界を変える革新的な新製品を発明するかもしれません。ねえ、何でも可能です。しかし今のところ、これらの製品が可能な限り最高であることを確認することに焦点を当てましょう。合意。仕事に戻りましょう。コンベヤーベルトは決して止まらず、私たちも止まりません。そうです。この工場に私たちが何でできているかを見せましょう。トピック9、インドへの旅行。こんにちは。あなたもインドに向かっていますか？ええ、そうです。あなたは以前にそこに行ったことがありますか？もちろんです。ご覧の通り、
私はもともとインド出身です。ああ、それは素晴らしいです。私はいつもインドに行きたいと思っていました。この国の好きなところは何ですか？さて、インドには好きなことがたくさんありますが、食べ物は間違いなく私のリストの一番上にあると思います。本当ですか？インド料理はかなり辛いと聞いたことがあります。はい、それは本当です。しかし、同じように美味しいマイルドな料理もたくさんあります。多分私はそれらのいくつかを試してみる必要があります。それで、あなたは生計を立てるために私は何をソフトウェアしますか？エンジニアです。あなたはどうですか？私はマーケティングコンサルタントです。様々な職業や背景を持つ人々と話すことは常に興味深いことです。そうですね。それは私が旅行で最も好きなことの一つです。ええ、私も。インド以外の国に旅行したことがありますか？はい、私は日本や中国など、アジアの他のいくつかの場所に行ったことがあります。ああ、それはかっこいいです。アジアに行ったことはありませんが、いつか行ってみたいです。機会があればぜひ行ってみてください。ここには見ることやすることがたくさんあります。想像できます。それで、あなたはここアメリカの空港についてどう思いますか？実際、それはかなりいいです。私は世界中のいくつかの異なる空港に行ったことがありますが、これはより良い空港の一つだと思います。本当ですか？私はいつもそれが一種の混沌としていて混乱していると思っていましまあ、た。最初は少し圧倒されるかもしれませんが、慣れればそれほど悪くはありません。それは本当だと思います。旅行中に面白い経験をしたことはありますか？ああ、間違いなく。ある時、私はタイにいて、とても辛い料理を誤って注文してしまい、食べることさえできませんでした。それはひどいですね。ええ、その後、私はレッスンを学びました。今、私はいつもそれを注文する前に食べ物がどれほど辛いかを尋ねます。いい考え。私がインドにいるとき、私はそれを覚えておく必要があります。必ず。また、食事をする場所ややるべきことについて何か推奨事項が必要な場合は、私に知らせてください。喜んでお手伝いさせていただきます。ありがとう。感謝します。あなたが旅行しているとき、地元の視点を持つことは常に素晴らしいことです。そうですよ。喜んでお手伝いします。トピック10、植栽。あなたが知っている、私がガーデニングに夢中になるとは思っていませんでした。しかし、これらの小さな男たちを植えて世話をすることには、とても満足のいく何かがあります。賛成です。彼らが成長し繁栄するのを見るのは素晴らしいことです。そして、それは私たちのリビングルームに生命と色を加えるための素晴私たらしい方ちは植法です。物で少し線外に出たかもしれないと思います。しかしね、もっと楽しいですよね。そうですよ。そして、これらすべての植物で、私たちは事実上ジャングルに住んでいます。私たちはターザンとジェーンのようですが、ブドウの木を揺らす代わりに愛する観葉植物の世話をしています。私はその音が好きです。そして、誰が知っているか、多分いつの日か私たちは私たちの今で新種の植物を発見するでしょう。それはすごいでしょう。私たちは植物の発見で有名になるでしょあるいは、これらの植物を育て、世話をするという単純な喜びを楽しむこともできます。
ストレスを和らげ、自然とつながるのに最適そのな方通りです法です。そして、あなたが私に買ったそれらのファンキーな園芸用手袋を着用することも素晴らしい言い訳です。ねえ、彼らは実用的でスタイリッシュです。そして、彼らはあなたの手が汚れるのを防ぎます。私はあなたが正しいと思います。ガーデニングがこんなにファッショナブルだと誰が知っていましたか？安心して着れば何でもおしゃれになります。私たちのチャンネルを購読することを歓迎します。次のビデオで会いましょう。